皆さんこんにちは、とこママ情報局です。2025年見年ということで、今年はですね、蛇神様を参拝される方がね、とても多いと思うんですけれども、東京で蛇神様にも参拝したいという時にですね、皆さん行かれるところ、もうね、今年一番人気って言ってもいいんじゃないでしょうかね。神社でね、人気っていう言い方もちょっとね、間違っているかもしれませんけれども、もう本当に多くの参拝客が参拝に訪れているという神社。今日はですね、東京品川区の蛇久保神社様を参拝したいと思います。蛇久保神社様はですね、以前も参拝しまして、このとこママ情報局の YouTube でもご紹介したことがあります。今年見年は私ね、伺うのが初めてなんですよね。で、もちろんね、年が明けてからずっと、行きたいと思ってはいたんですけれども、噂によりますと、なんと参拝するのに最長8時間という待ち時間。とにかくもう行列がすごくって、もう本当にね、参拝するのもなかなか難しいという話を聞きまして、ちょっとね、それがね、落ち着いている頃、今2月の下旬頃なんですが、今頃だったら大丈夫かなと思って、ちょっとね、それまで時期を待っていたんですね。ただですね、神社の方に、事前にお電話で確認させていただいたところ、やはり今でもですね、とても多くの方がいらっしゃっているということで、今日はね、見の日でもないですし、一粒万倍日でもないですけれども、結構ね、たくさんの方がいらっしゃっているようなんですよね。そんな2025年見年の蛇久保神社の様子、今どうなっているのかというね、状況を、お伝えしながら、私もね、参拝させていただこうと思います。今日はですね、 JR の西大井駅というところから蛇久保神社の方にはアクセスしていく、そんなルートでね、向かっております。でもずっと駅からはね、まっすぐで、多分 7,8 分ぐらいで、行けそうなんですよね。東京の白蛇様蛇久保神社、看板がありました。次の角を曲がります。はい、到着しました。なるほど、やっぱりまだすごくたくさんの人がいます。以前お参りした時とはかなり様子が変わっていて、ちょっと戸惑ってしまいました。交通整理や行列の誘導係の方が何人もいらっしゃって、なんと鳥居の前にはこんな場所が。妖拝所です。ご本殿でのお参りが難しい時にはこちらでお参りできるわけですね。幸いこの時間はまだ外まで行列ができていなかったので、境内へはスムーズに入場できました。それでは失礼します。本日は混雑回避のため銭回しでやらできません。なるほど。こちらが列の最後尾、50人ほどが並んでいます。今日美の日というわけでもないんですけれども、やっぱりね、すごい人です。もうね、年が明けてからずっとこのような状態が続いていて、まだこれでもね、マシになったみたいですね。蛇久保神社はいつも花手水が綺麗です。この日は
薄いオレンジや淡い黄色の春っぽい花で飾られていました。15分ほど並んでようやく参拝することができました。参拝も手短にお願いしますとアナウンスされていました。蛇窪神社の創建は鎌倉時代とされ、現在は天照の大神、雨の小屋根の命、王神天皇が祀られていますが、この御柱の神様が祀られるもっと前から蛇窪神社は存在していました。その歴史は1000年以上とされており、実際に白蛇が住んでいたんです。一時水場がなくなり他へと移り住んでいた白蛇が当時の宮司様の夢枕に現れ、早く元の住処に戻りたいという願いを伝えました。そこで宮司様は弁財天を勘定、白蛇様をお迎えしたとのことです。御本殿の奥には蛇窪神社の宗師とされる龍神社と弁財天が祀られていて、御本殿での参拝の後はこちらへと進めるように誘導していただけます。こちらが白蛇弁財天。これは以前参拝した時の様子ですが、現在はこの行列です。混雑していない時は銭回し、銭洗いができるのですが、現在はこのような清められた白蛇種銭が頒布されていて、300円で1枚授かることができます。以前の動画では銭洗いなどをしている様子もご紹介していますので、どうぞこちらもご覧になってみてくださいね。とにかく境内にはこのように白蛇様があちこちいらっしゃいますので、撮影してスマホの待ち受けにする方も多いようですよ。ただ混雑時は撮影も他の方のご迷惑にならないよう手短に済ませるなど配慮する必要があります。はい、前回来た時にはこちらの方はまだ完成してなかったんですけれども、もう今日来ましたらこの赤い鳥居のね、すごく素敵な稲荷神社が完成しておりますので、こちらをね、ちょっと参拝させていただこうと思います。元享2年、武蔵国に深刻な大飢饉が訪れた際、権昌寺第2世宝光上人は雨乞いの断食祈願をしました。そして豊作を祈るため、京都伏見稲荷大社の御分霊をお祭りされた稲荷神社、そして雨乞いが行われてから700年目の令和4年11月1日、稲荷社のご由緒を後世に伝えるため宝光稲荷社に改名。御社殿も新しく建て替えられました。御社殿前にある水かけ宝珠、参拝前にこの宝珠に水をかけ自分も清めることができます。雨で潤うことへの願いにつながっているのでしょうね。お稲荷様はどの神社においても敬うと同時に恐れられる存在、それだけパワーも強いということなのでしょうね。はい、ちょっとね面白いものを見つけました。重軽狐石というものなんですけれども、持ち上げた時に軽ければ願いが叶う、持ち上げて重いと感じるとその願いを叶えるためにより一層の努力が必要とねされている、そんな石があるんですね。ちょっとこちらになります。重軽狐石、面白い。100円をお納めして私もトライしてみました。両手で持ち上げてみましたが、ずっしり重い。願い事が叶うにはより一層精進することが必要なようです。蛇窪神社に行かれた際にはぜひこちらにもチャレンジしてみてくださいね。こちらは運玉と言いまして、運玉を1個ずつ投げ、1個ずつ願いを込めて願い岩へ投げ、見事
満願岩へ入れば願いが叶う、運がつく。こちらですね。こちらの運玉を、あそこですね、満願岩に投げる。これもちょっとやるしかないですね。100円をお納めして3つの運玉を手に取ります。2メートルほど先の満願岩へ投げます。1投目入りました。2投目も入った。3投目は弾んで向こう側へ落ちてしまいました。簡単そうに見えるのですが、実際投げると3つ全部入れるのは意外と難しかったです。でも境内でこのようにいろいろ運試しできるのは楽しいですね。最後に御朱印のご紹介です。令和7年版の白蛇御朱印と白蛇弁財天の特別御開帳御朱印、どちらも頒布される日にちや期間が決まっていますのでご注意くださいね。こちらは土の富の日の御朱印。金と銀の文字がとても素敵です。私も以前こちらの御朱印を授かりました。境内でも配布されているこちらのマップは、白蛇様の戻り道と言われるルートを説明した案内マップ。この地に住んでいた白蛇様が現在の戸越公園駅から蛇久保神社の白蛇弁財天へとお戻りになったルートをたどることができます。そのルート上にもあちらこちらにご利益のある場所が点在しているので、ぜひマップを手にたどってみてください。最後に今年2025年の土の富の日を発表します。こちらは蛇久保神社のホームページにもご案内がある令和7年美の日の一覧です。そしてなんとこの動画が配信された数日後の3月1日が今年最初の土の富の日なんです。そのタイミングで配信しようとは初めから思っておりましたが、蛇久保神社を訪れる前にこの動画で少し神社の予習ができてお役に立つことができたら幸いです。はい、蛇久保神社いかがでしたでしょうか。いや、もう今日ね、冒頭でもお話しした通り、美の日でもないですし、一粒万倍日でもない、本当にね、普通の日なんですけれども、まあね、たくさんの方いらっしゃっていました。ただね、7時間8時間というね待ち時間ではなくて、本当にね、10分15分ほど並ぶと参拝できるといった状況ではあるんですけれども、これがね、もうすぐ実はですね、この動画が配信された数日後3月1日っていうのは、2025年の中で3日しかない土の富の日の1日に当たるんですよね。この日はね、一体どんな状況になっているのかっていうことをちょっと想像もつかないですけれども、かなり多くの方が、参拝に訪れると思いますので、もし参拝のご予定のある方は、時間に余裕を持って行かれることをお勧めします。何時間並んでももう絶対に参拝したいという方はね、ぜひ行かれてみてください。またね、混雑する時には銭洗いもできません。その代わりに、あらかじめ神職の方によって清めていただきました蛇久保種銭というものを授かることはできますので、そのあたりもね、事前に、蛇久保神社様でどんな参拝ができるかということをね、お調べになって、もちろんね、この動画も参考にしていただいたらいいんですけれども、またね、状況も変わっている可能性もありますので、公式のねホームページですとか SNS をどうぞチェックして、それでねお出かけになることをお勧めいたします。いや、もう今年蛇久保神社、1年を通してね、きっと多くの方が訪れると思いますけれども、ぜひ皆様も、蛇神様のパワーを授かりにね、機会がありましたらお出かけになってみてください。帰りは白蛇様が通ったとされる道を戸越公園駅までたどっていきました。
商店街は今やスネークタウンなんですね。そのスネークタウンの中にある老舗の和菓子屋さん、御菓子司越路さん。ヘビマンの文字が見えますね。そのヘビマンというのがこちら、上神明天祖神社プロデュースこしあんのおまんじゅうなんですって。常用まんじゅうに麦粉菓子を加えてアレンジしたもので、ヘビマンの愛称で地域の方々に愛されている一品。今回はこのヘビマンと桜餅やみたらし団子もお持ち帰りしました。近くの公園のベンチでおやつタイムです。まずはやはり名物ヘビマンから。ヘビの焼き印が押されています。しっとりした常用まんじゅうの中にこしあんがぎっしり。美味しそうです。それではいただきます。外側の生地がもっちりしっとり、そして中のこしあんがとっても特徴的。甘さがかなり抑えられていて、とってもさっぱりしているんです。少しほろっとしていてしつこくなくてとっても美味しい。パクパクっと何個でもいけちゃいそうです。次に桜餅。道明寺ではない関東風の薄皮桜餅です。関東風の桜餅、かなり久しぶりにいただきます。ほんのり桜の香り、ほのかなしょっぱさもまたいいですね。この後みたらし団子もしっかりいただいて大満足のおやつタイムとなりました。ただ静かに営業されているお店なので、今年は大忙しで大変なようです。ヘビマンは早い時間に完売となることも多いそうなので、絶対に食べたいという方はどうぞお早めに。また土の富の日には特別なヘビマンの販売があるという噂も。こちらはお店の SNS のリンク、概要欄に貼り付けますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。